皆さんこんにちは、のらんです。前回こちらのビブロンパース、このドールコーディネートレシピに載ってる型紙なんですけど、これを作ったんですが、ちょっと反省点があったっていうのと、そもそも生地をね、やっぱニット系の方がいいのかなっていうところだったんですよ。で、形としては気に入ってたので、ちょっとニットで作り直そうかなって思ってるんですが、ちょっとたまたまちょうどなんですけど、大塚屋でスムースニットを買いに行ったんですね。もともと持ってたんですけれども、ちょっとずーっと使ってて、他の色も欲しいなと思って、スムースニットの無地の他の色味を探しに行ったんですよ。で、まずこちらですね。割と使い勝手がいいかなと思ってグレーのスムースニットを買ったんです。確かね1メートルで600円台ぐらいだったかなと思います。もうごく普通のスムースニットですね。T シャツ作ってもいいし、こういう色ならねパーカーとかジャージみたいなルームウェアを作ってもいいですし、いろいろ使えるかなと思ったので買って、帰ろっかなって思って、ちょっとこうふーっと目線を陳列してある商品を見ながら帰ろうと思ったら、ちょっとね気になる布があったんですよ。で、よくよく見たらそれもスムースニットって書いてあったんですね。スムースニットじゃんって思って、なんでこんなとこにあるのかなって思ったら、要は夏、もうほぼ夏じゃないですか今で、夏用に割と冷感涼しげに着れるニットだったり、あとは今需要としてマスク需要がやっぱまだあるので、マスクの素材としてもいいですよっていう夏向けのニット生地のコーナーがあって、そこにもスムースニットがあったんですね。で、それがこちらです。結局買ったんですけど、これになります。これスムースニットなんですけど、商品名としてはスーピマコットンスムースという名前で売られてました。これでねピンとくる人はね布通ですよ。私は知りませんでした。なんじゃスーピマコットンって思ったんですけど、スムースって書いてあったので、スムースニットであろうというのと、これね触り心地がいいし薄手なんですよ、すごく。なのでこれドール服に絶対いいなって思ったんですよね。なんですけど高かったんです。これちなみに大塚屋価格でなんですけど、160センチ幅でメーター1619円、税込みだと1700円超えますね。いやちょっとすごい迷ったんですけど、ちょっとやっぱ試してみたくて買っちゃいました。本当はねすごいいい色いっぱいあって、もうなんなら全色買い占めようという気持ちをぐっと抑えて、とりあえず1色買いました。気に入ったらもうちょっと買おうかなと思ってるんですけど、どうせ私が買うのはねこれもだいたい30センチとか50センチでしか買わないので、まだいいかなと思って、とりあえず一巻き買ってきました。両方ともなんでね確か30センチ買った気がします。そう、同じスムースニットなのに全然分厚さが違うんですよ。で、あとやっぱ手触りがねすごいスベスベしてます。で、スーピマコットンって何っていうのをちょびっと調べたら結構出てきて、なんでそんな出てくるかって、どうも今ユニクロで売ってるらしいんですよね、スーピマコットンの T シャツが。で、まさにその涼しく着れるので人気らしいんですけど、高いんですって。やっぱ本当は結局スーピマコットンってのが何かっていうと、その綿の長さ、その繊維の長さが長ければ長いほどやっぱ高級らしいんですよ。で、このスーピマコットンって名前がついてるのはその長いやつにしか付けられないお名前なので、選ばれし綿ってことですよね。それを使って作ったコットンなので、スーピマコットンの、スムースニットということですね、これは。で、話がちょっとすごく長くなったんですけど、今回はこの2枚の布で同じ型紙のビブロンパースを作ったらどんだけ差が出るのかというのをやってみようかなと
思います。本当は実は作りたいものが別にあって、なんて言うんだろう、T シャツのロングワンピースみたいなのを作りたかったんですね。で、そういうのだとやっぱ普通のニットだと人形服ぐらいのサイズだとストンと落ちてくれなくてシルエットがガバついちゃうんですけど、このスムースニットならいいかなと思ったんですが、ちょっとこの高い布をねいきなり実験に使うのは怖いので、確実に作れるものに一旦しようと思って、一旦ビブロンパースをちょっと作ろうかなと思います。もともとニットで作りたかったのでね。で、この布とこの布でどのぐらいこのボリューム感だったり、あとは作りやすさだったりに差が出るかっていうのをやってみて、良ければこのねスーピマコットンを買い足したいなと思うので、今日はちょっとまた同じものを作ることにはなっちゃうんですけども、ビブロンパースをこっちの普通のスムースニットとスーピマコットンスムースニットの2つで作ってみたいと思います。はい、完成しました。ビブロンパースと言いながらちょっと変えました。丸襟、大きめのね丸襟をつけたロンパースを同じ型紙、同じ形で2着作りました。ビブを作ろうと最初は思ってたんですけれども、理由としては同じ生地で作ると、特にこっちのいわゆる通常のスムースニットの方がわりかし厚手といえば厚手なので、ちょっとここがねもたつくかなと想定されたのと、逆にローンとか、薄手の生地でやるとそれはそれでいいんですけど、伸縮性が損なわれてしまうので、そこがなっていうのもあって、やめました。なので代わりにローン生地で丸襟を同じ形のをつけたというところです。まずはねちょっと一応それぞれ見ていきたいと思います。まずこちらが通常のっていうのも変な話なんですけど、いわゆるスムースニットで作ったものです。こんな感じで、ちょっとね若干襟が私が適当に引いた型で作ったのもあって、もう裏の合わせがくっちゃくちゃなんですけど、前から見りゃ綺麗だからいいかなってことで、はいこんな感じになりました。でこちらがスーピマコットンスムースを使った形になります。でまず見た目なんですけれども、正直多分カメラ越しだとあんまりわからないのかなと思いつつ、こちらの方が明らかに薄手なのとさらっとした生地なので、結果としてこのクシュッと感みたいなのはスーピマコットンの方がいいかなと思います。膨らみも出るけれどもストンと感も出るので、例えばこういうのでやっぱり T シャツワンピなんか作ると綺麗に出てくれるんじゃないかなと思います。逆にこちらだとわりかし張りがあるので、張りをあえて出したいものなんかはこっちの方がいいのかなという感じですね。でももっとねこちらはボリューミーになるかなと勝手に思ってたんですけど、そこまでではなかったです。なので見た目はねそんなに問題ないかなというとこです。問題というほどではないんですけど、しんどかったのがこちらのスムースニットの方は、いわゆる普通の厚さなんですけど、それでもまず襟、あと脇というか肩かな、肩、あとはこのカフスでいいのかなの折り返しの部分のように、ニット生地とかが2枚4枚重なるようなところは相当しんどかったですね、縫うのが。ここも結構ミシンが普通の家庭用ミシンだともうギリっていう感じで、
縫えるんですけど、やっぱちょっとしたズレが生じやすかったりっていうのは感じました。で、ここのね、マジックテープのとこの折り返しも2つにこうグイッと折るんですけども、これも結構ギリでしたね。なので、布用ボンドとの併用でなんとか縫い合わせたっていう感じでした。で、逆にこちらのスーピマコットンの方はすごい薄手なので、そういうのはなかったですね。ここのカフスのとことかも分厚くて縫いにくいっていうことはなかったんですけど、逆に薄いので、これローンとある意味同じですけど、まず針が食い込みやすい。一回なのでこのカフスの布を1枚ダメにしてもう1回裁断したんですけど、やっぱねミシン穴にぐにゅんと入りやすいです。あとは今回このロンパースは、裏地をつけて、ぐるんとひっくり返す縫い方をやったんですけど、その時に鉗子でぐるっとひっくり返すんですが、どうしてもね気をつけててもこの布が伸びやすいので変形してしまったりする。無理やりギュッと伸ばすと変形してしまって、実は一回ちょっと失敗してなんとかアイロンでごまかしたんですけど、ちょっとニットが伸びました。そんなわけでね、なので薄手は薄手のね難しさもあるなというところでしたね。で、今回結構思ってたよりこれが分厚かったなと思って、ちょっとたまたま歯切れがあったんですけど、この私が普段使ってるスムースニット、多分おそらく赤ちゃん用とかでよく使われるやつですけど、これともねやっぱまたちょっと違うんですよね。スムースニットってもともと普通の天竺ニットと違って表面がすごいサラッとした平たい感触なので、こうやって例えば切ってあっても天竺ニットとかだと勝手にくる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 曲がっちゃうんですけど、スムースニットはそういうのはないんですよね。なのでそういう扱いやすさはやっぱあるんですけど、やっぱ結構触ってみたり、あと縫ってみるとこんなちょっとの差でもドール服ぐらいだとだいぶ縫い心地が違うなというのは思いました。やっぱネットで買うのは難しいですよね。こういうのはやっぱ実店舗で触ってみんとわからんなというところでした。結論としてはこのスーピマコットンはすごく良かったです。良かったんですけど、果たしてこの価格そうかというと難しい。できればもうちょっと値段が低めで薄手のスムースニットがあるといいなと思いつつ、悩ましいですねこの辺は。他にもすごくいい色があったので買い足すかどうかはちょっとお財布事情とかとも検討しながら、おそらくこのスーピマコットンは夏場によく売れる布なので秋冬に入っちゃうとあんまり市場に出なさそうなので、ちょっと夏の間に考えてみて、場合によってはあと2色3色ぐらい買い足そうかなというふうに思います。でもね今回一旦モモボーロに来てもらったんですけど、やっぱね可愛いですね。ロンパースのこういうシルエットっていうのはちっちゃい子はすごく似合いますし、なんか部屋着としてもお外に出てもいいファッションかなと思うので、またいろんな布だったりでね試してみたり、あとはちょっと丸襟今回大きすぎてこれもね縫うの一回失敗しちゃったりしてるんですけれども、この襟元の部分もセーラーだったりとかいろんな形でねまたチャレンジしてみたいなというふうに思います。今回は、ロンパースですね。ビブはないので、ロンパース丸襟のロンパースをスムースニット2種類で作ってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。